赤穂浪士の妻や家族たちがどこまで彼らの計画を知っていたかはわからない。おそらくは言わず語らずの決意を確かめ合い伝え合ったであろうことは容易に想像できる。死を覚悟で決起する男たちには身辺整理という別れの儀式が必要であった。母上、許してたもいよ、陸。さぞや分からずやの母と恨んでいるであろう。母じゃとてあれが蔵之助殿の誠の姿でないことはよく存じております。多分あれは蔵之助殿の世を欺く仮の姿であったと。母上もやはりそのように。昨夜の蔵之助殿のあの悪態ぶり、あれはただごとではなかった。何事か心中深く期するものあって。母上、今にして思えば我が子可愛さの浅はかな親心を蔵之助殿に見抜かれていたような気がしてならぬ。陸、戻りましょうぞ。このまま別れたのでは後々悔いを残すようなことに。さはよ。よいのかい、このまま一後の別れになっても。陸はとうにそのつもりでお別れしてまいりました。陸を実家に帰すのも後々石塚の家に災いが及ばぬためにと。そうであったか。やはりの。堪忍してくだされや、蔵之助殿。また空模様が怪しくなってきた。さあ参りましょう。花勉強させてもろてこんだけで。
旦那様。皆様にお茶を。いや、お恥ずかしいとこをお見せいたして。いや、なんの。あれから1年余り、会場の折いただいた分配金も底をついて、皆苦労しております。聞けばご城代は奥方を里に返して毎晩伏見あたりでご覧業とか、もちろん世を欺く方便とは思うが、我らの我慢にも限りがござる。大石殿はじっと時期を待っておられますのじゃ。我らがとやかく申しては大石殿の判断を迷わせる。そのうち必ず良い死に場所を探してくれましょう。さあ、それもどうか。散々待たされた挙句、口がない町の連中からアホ浪士などと呼ばれては茅野も浮かばれまい。茅野？十内殿、茅野三平殿がなぜ死んだかご存知ですか？それは風邪をこじらせてと大石殿から。嘘じゃ。茅野は流行り風邪で死んだのではない。自害でござる。匠の神人情の第一報を赤穂にもたらした茅野三平は浅野家の普代の家臣ではなかった。赤穂開城後、故郷である摂津の茅野村に帰ったが、父の勧める仕官を断りきれず、さりとて親門誓死を交わした同志を裏切ることもならず、ついに自害を決意したのである。三平、大石殿が見えないだが、三平、入るぞ。三平、三平。茅野、遅かりしか。大石殿、なぜでござる。なぜせがれは腹を切ったのでござる。御身はご存知であろうが、教えてください。教えてください。大石殿は父上。三平、気がついたか。茅野、蔵之助じゃ。わかるか。父上。なんだ三平、今一度、今一度。急ならんと欲すればこうならずか。こうならほっつれちゅこうならんと欲すれば急ならず。我一死をもって戦火の君にお詫びつかまつる。三平、茅野ばかりではない。ご城代の決心が遅れれば遅れるほど第二第三の茅野が出んとも限らん。わしはそれが痛ましい。第二第三の。おしま、今帰ったぞ。橋本様、いかがなされました？妻が、島が。
赤穂浪士は今まさに分裂の危機に瀕していた。約束の一周期が過ぎても一向に腰を上げぬ蔵之介に業を煮やした江戸の急進派が大阪の同志と語らって少数決起を画策したのはこの頃である。ご城代は我らとの約束をお忘れか。城明け渡しをし赤穂の浜で交わした約束を。あの時ご城代は殿の一周忌に仇討ちを決行すると我らに約束されたはず。よもやお忘れではござりますまい。それはあくまで大学様のご処分が決まった上でのこと。ならばお伺い申す。お家再興の願いが叶ったらご城代はいかがなさるおつもりか。お家再興が可能たらその時はこの蔵之介が一人平邸に討ち入り吉良殿と差し違えて。詭弁だ。後にやるも先にやるも同じこと。ご城代はお家再興の妨げになると申されるが、それはむしろ逆だ。先に我らが決死の覚悟を見せつければ公儀とて見逃しができるはず。あなたそうは思われるか。いかがでござるご城代。今安兵衛殿が申されたこと、それがしにも一理あると思われるが。見解の相違としか申し上げられん。わかり申した。ならば我らはこれにて。どうあっても待てぬと申すか。これ以上の問答は無用でござりましょう。ご城代とは同床異夢、同じとこで違う夢を見ていたとわかり申した。お主らもか。ご城代のお立場もわからぬではないが、我らもこれ以上はもう。そうか。待てぬか。ごめん。死に急ぐなよ。生き恥をかかぬ程度。まさに決別と思われたその時である。一通の書状がこの危機を救った。江戸の吉田忠左衛門殿からの書状にございます。視察をもって刑状をつかまつり候。この度ご霊帝大学様閉門差し許され稚魚を召し上げの上、芸州広島浅野家ご宗家松平明の神様をお預けと決定。これによりお家再興の儀断念つかまつるべき市議と相なり。ついにお家再興が絶望となったのである。ご城代、ご城代、ご城代、ご城代。いや、これでわしも生き恥をかかずに済む。のう、休め。ご城代。使いを頼まれてくれぬか。何なりと。一度やみんなに書いてもらったこの聖紙、同志の方々に返してほしいのだ。返すと申されますと。籠城か殉死か、あの沸騰する激論の中で心ならずもこれを書いた者もいるであろう。まして1年以上も経った今、考え方の変わった者がいても決して不思議ではない。一人一人に大学様のご処分を伝えて、ひとまずこれをお返しするのだ。しかしご城代、一度は死ぬ覚悟で書いた新聞聖書を受け取る者がいるとは。どうしても受け取らぬ者だけに
仇討ちが決定したと伝えよ。半信半疑で生死返却に奔走した大高源吾は蔵之助の眼力の凄まじさに立然となる。まさかと思った蔵之助の親戚をはじめ恵まれた身分の上司たちが相次いで脱落。残ったのは蔵之助の予見通り50名そこそこであった。時に元禄15年秋、赤穂浪士一党江戸へ下る。ある者は父母を郷里に残し、あるいは妻子と別れ、我おとらじと急ぎゆく。そこから李氏命名伝と名付ける数々の神話が生まれてゆく。日野家用人柿見五郎兵衛、それが東下りに用いた蔵之助の変名であった。黙れ黙れ黙れ。我が主人が天下に2人とあってたまるか。そやつをとっととつまみ出せ。なんとも不埒なことに日野家用人柿見五郎兵衛と名乗る男が先に泊まっていると申しますので、これは亭主、こちらが正真正銘日野家御用人柿見五郎兵衛様じゃ。そう申されましても、あちら様もどっから見てもそれはお上品で立派なお武家様で。おのれ無礼な。我が主より上品と申すか。いえいえ、決してそんなつもりで。亭主、わしが直々に改める。案内せい。下がっておれ。しかしながら。構わん。下がっておれ。もう一度尋ねる。貴公の菅生命は？日野家用人柿見五郎兵衛。何度聞かれてもこれしか答えようがござらん。お引き取りください。そうは参らん。一夜に柿見五郎兵衛と名乗る者が2人同宿したとあっては、後で宿の者が役人に調べられて迷惑いたそう。ならば貴公が本物の柿見五郎兵衛であるという証拠を見せていただきたい。これはしたり。人に疑いをかけられるならば、まずお手前から身の証を立てるべきではござらんかな。道理じゃ。拝見いたす。何をいたすか。これは偽物じゃ。迷惑千番。おのれ。ならば今度はお主の番じゃ。貴公が本物の柿見五郎兵衛であるならば、江戸へは何しに参る。金利の御用にて東叡山寛永寺に寄進に参る。ならば寄進の品々を記した目録があるはず。それを拝見つかませろ。それは困る。寄進の目録など人に見せるものではござらん。逃げるか。どうあってもそれを拝見つかませるまでここは動かん。やむを得ん。
乱に秀よ。ご覧くだされ。拝見いたす。ご不審がおありかな。案ずるな。お主らの主人は紛れもなく垣見五郎兵衛殿じゃ。偽物はわしの方じゃった。のう五郎兵衛殿。ところで垣見氏、白黒がついたところで貴公に進呈したいものがござる。受け取ってくださるまいか。何、荷物にはならん。日野家の家紋は鶴の丸。やはり本物の方がよく似合う。一体どちらの方が本物ということに。上品な方が本物に決まっておろうが。ご分をお祈り申しますぞ、大石殿。かくて蔵之助一行は東へ下る。江戸到着は11月5日であった。夜分をも顧みませず申し訳ございません。早い方がよろしいかと存じまして。赤穂のことであろう。構わぬ。申してみよう。これなる清水一学の手の者の報告によりますれば、どうやら大石は姿を現したようで。来たか、大石。申してみよ。
国町三丁目の小山屋弥平と申す者の旅籠に日野家の用人柿見五郎兵衛左内と名乗る親子の一行11人が逗留しております。これが赤穂の大石蔵之助とその一党ではあるまいかと町奉行所でもそう睨んでいるようで。いつからじゃ逗留は？およそ10日ほど前から。妙じゃの奉行所がそう睨んでいるとすると老中の耳にも入っているはずだがまだ何も。あるいは見て見ぬふりをしているとも考えられます。何故じゃ？咎人の一党ぞ大石は。将軍家のお裁きに関しましては浅野に同情を寄せるご老中も少なからずと受けたまわっております。ましてお上に公然と反旗を翻したわけでもなく、ここしばらくは静観するしかございますまい。父上に反感を抱く者がいることはよとて存じておる。だが誰が何と言おうと吉良上野介は世が父じゃ。子が父を守るのは当然であろう。よい。町奉行所までが見て見ぬふりをするとなると上杉家の意地にかけても放ってはおけぬ。どうする色部？貴戦を制して蔵之助を切るか？蔵之助を切ったところで火に油を注ぎこそすれ決して歯止めにはなりますまい。ならばどうせよと申すのじゃ？やはりご隠居なされて米沢へお越しになるのが一番かと存じます。一時は父上もその気になられたが近頃は隠居の命も言わなくなった。そこをなんとか殿がご説得はそばして年内にでも米沢へお連れせぬ限り責任は持てません。冷たいやつよ。そちはそれもこれも上杉家の御ため。一月鼻緒に小石がかんだ。取ってくれ。もしも赤穂の浪人どもが吉良邸に夜討ちをかけるようなことがあっても当家には知らせるなよ。当家の侍を何人連れて行こうと一向に構わぬがな。上杉家を騒ぎに巻き込むことだけは断じて避けなければならんぞ。そのためにそちを吉良家へやったのじゃ。吉良様どうなっても？そこまで言わせるか。守りきれぬと分かったら手を引け。そちまで命を捨てることはないぞ。よいの。ご家老。いらっしゃいまし。気がつきませんね、どうも。こんなところで手習いか。漢字を間違えますと果敢にどやされますんで忘れねえうちに。嘘をつけ。下手な江戸弁だ。それ見ろ。侍だと面に書いてある。お主は赤穂の浪人であろう。ご冗談は。動くな。どうした？どうした？ああ、六さん、なんとかしてくんねえか。このお侍が俺のこと赤穂の浪人だろっておっしゃるんだよ。おめえが赤穂の？うん。あら。言っただろ、だから吉良様の屋敷に近寄んなってよ。そんなこと言ったってこっちだって商売だ。お家来衆に呼び止められ仕方ねえやな。旦那、ご無礼があったなら俺も一緒に謝ります。勘弁しておください。
こいつはね、とんでもないヤクザ野郎でね、爆死は撃つわ喧嘩はするわでもどうしようもないんですよ。で、俺蕎麦屋やって江戸で真面目に今度こそ働くってんで俺が面倒見てんの。この野郎お前は。この男、実の名を狭間新六という。同志の長老狭間喜兵衛の次男に生まれ、子供の頃他家へ養子へ行ったが、養父と折り合いが悪く蒸発。実の父喜兵衛の許しを得られぬまま江戸に出て応答無頼の生活を送っていた。ついつい話し込んで長居をしてしまいましたな。それより先ほどの話、もう一度お考えくださらぬか。せがれのことはもう仰せあるな。あんなものを同志に加えては悪行の恥。父上、お声が。新六殿はよう働いてござる。おかげで江戸の町を知らぬ方々がどれほど助かっているか。そうですよ父上。このままでは新六がかわいそうです。まあいずれその話はの。では。おお、ちょうどよい。お主も一緒だったか。新六、久しぶりじゃの。お前のことは金がね。よさぬか。義理の父に傷を負わせて蓄電するような不心得者。親でもなければ子でもないわ。父上。待て新六。俺はどうせ不心得者だ。余計なおせっかい焼かないでくれ。バカ者。おい。おい。なんで俺はそうかい。なんだこの野郎。実の親子だと思えばこそよ、少しでも手助けしようと思って。そうかい。なんで俺が憎らしいなら俺からキラの屋敷って何もかもばらしてきた。何じゃな。悪王の浪人がお首狙ってますってご中心に及ぶやさ。キラの野郎もびっくりして米沢あたりへ雲隠れするだろうよな。それでも悪を牛の端くれか。手討ちにしてくれ。してください。この不忠者は己のような者がおれば同志の方々に迷惑がかかる。己を殺してわしも腹を切る。兵殿、覚悟せい。面白いじゃねえよ。手打ちでも何でも好きにしてくれ。どうせ生き去ってほしい命じゃな。早くやってくれ。バカ者が。バカ者。それでもか。親父よ、親父の力んなもんか。ガキの頃の健康もっと痛かったぞな、これ早く。お前のような心の者でも流す涙が残っておったか。泣け。お止めくださるな、安兵衛殿。しかしせっかくここまで歩み寄ったものを。新六はわしが首に縄をつけてでも引きずっていく。あいつは誇りを欲しがってるんだ。武士としての誇りを、生きがいを。ここにも一人、匠の神人情当時まだ部屋住みだった若者がいる。物頭200石岡野金右衛門。仇討ち決定後は同志前原伊助が営む米屋に手代として住み込み、情報収集に当たっていた。金さん。はい。来てるよ。金さん、ここ私がやるから早く行っておやるよ。
いえ、いいんです。いいから。あ、そうか。今日は鳥の市だ。約束してたんだろ。さあさあさあ。はい、行って悪い。はい。いいからいいから。すいません。また大工の妹かい。ええ。20歳を過ぎたばっかりで恋の一つも知らずに死んでかな、かわいそうですよ。あんまりけしかけるのどうかね。未練心が出たら困る。野暮ですよ、小平旦那。よく似合うよ。そうねえ金さん、お米屋なんかよしてうちの兄さんの弟子になればいいのに。大工さんにかい？そりゃダメだ。私は不器用だから。大丈夫。うちの兄さんに仕込まれたら立派な大工になるわ。なんたってうちの兄さんは江戸の大工では5本の指に入るんだもん。へえ、そんなに腕のいい職人なの？キラ様のお屋敷だってうちの兄さんが建てたのよ。キラ様のお屋敷？そう。あのお屋敷はね、昔お旗本の松平登之助様がお住まいになっていたお屋敷でね、うちの兄さんがようやく年が明けて仙太郎親方から独り立ちした時に建てたお屋敷なの。へえ、そいつは知らなかったな。だったら絵図面なんかも大事に取ってあるんだろうね。うん、そりゃそうですよ。一人前になって初めて自分で引いた絵図面だもん。キラの屋敷の絵図面があるのか？あの娘の兄がそれを。金右衛門殿、ここに屋敷外になってからキラ家の様子がとんとわからんのだ。その絵図面なんとかならんか？我々にとっては喉から手が出るほど欲しい代物の倉橋前原、それがあれば我々の願いは成就したも同じじゃ。やります。なんとかして絵図面をやってくれるか？はい。本気なんだな。はい。お鶴さんを一生幸せに。よし、分かった。俺も職人だ、ぐずぐずは言わねえ。お鶴はお目にくれてやる。兄さん、本当？官兵衛様。官兵衛様だ。俺はね、おめえのそういうところがなんとなく気にかかるんだよ。いいか、おい。くれてやると決めたんだからよ。親方とか兄貴とか言ったらどうなんだよ。仕方がないじゃないの。金さんは育ちがいいんだから。それよりさ、兄さん、金さんに絵図面見せてあげて。絵図面だ？実は私も大工になる以上は親方のように絵図面の引ける立派な大工になりたいと思いまして、それで一生の思い出に。おう、それはもっともだ。図面の引けねえ大工なんてのは叩き大工だからな。お、あの戸袋にいくらでも入ってるからよ、見るがいいや。本当？ただしな、松平様のはダメだぞ。あら？どうしてよ？それが肝心なんじゃないの。何が肝心なんだよ。だって兄さんが生まれて初めて一人で弾いて親方に褒められたんでしょ。金さんはそれが見たいっていうのよ。いや、あいつはダメだよ。あいつだけはいけねえな。他のもんならいくらでも見せてやるから、あいつは勘弁してくれ。どうして？どうしてってお前今あれは。兄さんのしみったれ焼きもち焼き。なんだと？なんだこんなもんかって金さんに笑われたくないもんだから。この野郎抜かしやがったな。だったら悔しかったら見せてあげたらいいじゃない。減るもんじゃあるまいし。おつるちゃん、いいんだよ。そうまで言ってくれなくても。いいの？本当は見たいんでしょ？私もいつか親方のように江戸で5本の指に入るような立派な大工になりたいと思って、それでその励みにでもなればと。でももういいんだ。そんな大事なものを見たがる方が厚かましいんだから。兄さん、
お前そんなに俺の図面が見てえのか？いえ、もうよろしいんで。どうかそのことはもうお忘れください。兄さん。来な。一緒に来な。親方。本来ならば人に見せらんねえ代物だがな。可愛い妹の亭主となる男の頼みとあら仕方ねえ。ただしここでちょっと見るだけだぜ。兄さん。よろしいので。断っておくがな、このお屋敷は今吉良上野介様がお住まいになったらしい。もしもおめえ赤穂のお侍の手にでも渡ってみねえ。どんなことになるか。赤穂のお侍？親方親方大変で、まさこの野郎が足場から落っこちやがって。バカ野郎、てめえらデレデレと仕事してくるぜ。どこだ？さらにもう一人、かりそめの婚約までして絵図面取りに身を焼く同志がいた。身は新地一代限りの奉公ながら才気と気品を匠の神に愛されて、古後省から200石取りのそば用人に抜擢された磯貝十郎左衛門である。琴地殿。ならば磯貝様は初めからそれをご承知で私との縁談を。私が赤穂の浪人だということは当然兄から聞いてご存知と思っていた。存じませぬ。お兄上の内藤様からは今日は参謀教学院の稚児所を務めておられたと伺いましたよ。それはもう10年も前のこと。その後は播州赤穂の浅野匠の神様に召し抱えられ、去年のあの一件以来浪人を。ですから磯貝様はどうして私が吉良様のお屋敷に行儀見習いに上がっていることをご存知で？琴路殿、赤穂の浪人と打ち明けた上で改めてお願い申す。吉良家の様子をお話しくださらぬか。ならばやはり吉良様を。この上は何もかもおっしゃけ申す。それがしは吉良家の絵図を手に入れたいばかりにそなたと。いいえ、聞きませぬ。それはなりませぬ。琴路殿。磯貝様も浅野家のご家来ならば私とて行儀見習いとはいえ吉良家恩子の者。たかが腰元風情でも忠義の道は心得ております。そうと知った以上どうして敵同士のあなた様にそのようなことを申し上げられましょう。どうぞもうこのお話はなかったことに。どうあっても。まことそう言われれば通り一遍の行儀見習いと思っていた私がうかつであった。男と女の違いはあれど忠義の道に二つのあろうはずがない。琴路殿、今の話聞かなかったことと水に流してくだされ。もしこのことがそなたの口から吉良家に伝わるようなことがあればそれがし同志に腹を切って詫びねばならぬ。
その通り。疎外様、私のようなものにそんな大事な秘密を打ち明けて、あなた様もこのままでは引き下がれますまいに。私を殺すか、さもなくば。今年殿、身勝手な男と思うだろうが、わしはそなたが好きじゃ。妻に向かれた気持ちに偽りはない。それだけは分かってほしい。玄関を入って右へ参りますると、突き当たりが20畳の武者だ。今年殿、武者だまりの前を通って奥へ参りますると、ご家老方の詰め所がござります。よいのか、よいのか。お屋敷にはそれぞれ四隅に20畳ほどの武者だまりがあって、殿井のご家来衆が毎晩40人ほど。かたじけない、かたじけない今年殿。その頃、父の死亡で出発が遅れていた野党右衛門七は、流行る心を抑えながら足弱の母を伴って江戸に向かっていた。女手形、そのようなものはござりませぬ。ない？ここまではどこの関所でもそれ一枚で通していただきましたが。そうは参らぬ。その者がそなたの母だという証拠がない限り通すわけには。それは摂政でござりましょう。ここにおりますのは確かに私の母に相違ございません。いくら口で申しても手形のないものを通すことはならん。出直してまいれ。今急にそのようなことを申されましても。お役人様、これは手前どもがうかつでござりました。旅慣れぬ者たちゆえ女手形のいることさえ存じませず、お恥ずかしいは存じまするが、そこを何とかお目こぼしいただけませんでしょうか。江戸におりますこの子の叔父が明日をも知れぬ渋滞、せめて命のあるうちにと先を急いでおりまする。なんとかお目こぼしをお願いでござります。お願いでござります。右衛門七、母はここに残ります。そなた先へ行ってくださる。決起までにはまだ間に合います。さあ、お疲れが癒えたら参りましょう。母上を赤穂へお送りして、それから駆け戻って参ります。右衛門七、なんでござりましょう。これ以上右衛門七を困らせぬ約束でござりましょう。喉が渇いた。どこぞで水を汲んできてたもらぬか。水ならいやいや、それは生ぬるい。せめてここまで来た思い出に箱根から湧き出る清水が飲みたいの。はいはい、わかりましたおふくろ様。早速高校息子が
清水を探してまいりましょうほどに。おお、そうしてくださるか。本にそなたは親孝行の子であった。冗談ですよ。これ以上同志の方々に迷惑はかけられません。先へ行ってそなたの働きを見ておりますほどに心おきな。本日はようようかねて懸案の決起の一人を申し上げることと相なり申した。して決起はいつに？大高言語の探索により今月14日の夜吉良邸においては今年最後の茶会が催されることが判明いたした。ならばその夜木は間違いなく屋敷に。なお吉良殿にはその夜の茶会を最後に麻布上杉家下屋敷に移るという情報もござれば、まずその日を置いて決起の日はない。しみえた。今年もまた借金を抱えて年越しかといささか憂鬱でござったが、これで年内に借りは返せる。ご老体でも正月は楽しみと見えまするな。それにしても返す返す残念に思うわ。この日を待てずして散り急いだ茅野三平をはじめあたら優位の死が脱落していったことでござる。しかしこれをして移ろいやすきは人の心と誰が責められよう。この蔵之助の決断が早ければ死なずに済んだ同志もいたはず。これもそれがしの不徳の致すところと改めてご一同にお詫び申し上げる。何を申されるご城代。それもこれもこの日のためのやむをべからざることではござりませぬか。のうご一同。我々こそご城代に散々悪態をつき何と詫びを申し上げていやら、これまでのご無礼の段平にお許しくだされ。何の休め。お主ら江戸の同志に引きずられてわしもようようここまで来れたのじゃ。源吾右衛門源蔵磯貝礼を
申す。ご城代。旦那様、ただいま野党右衛門七殿がお着きになられました。おお、来たか右衛門七。はい。大石様、皆様、遅うなって申し訳ございません。右衛門七、よう参ったな。はい。右衛門七、我ら二人若年なれど、かくなる上は思い切り暴れてみせようぞ。はい。何の力様には負けませぬ。右衛門七、さあ。さればよし。今こそ我らの心は一つになり申した。あとは今月14日、ただひたすら決起あるのみ。ご城代、ご城代、ご城代。なればこれより当夜の手はずを申し上げる。当日は密かに3カ所に集まり、深夜牛の上国をもって吉良邸門前に集合する。その3カ所とはすなわち本所林町堀部安兵衛宅、本所三つ目横丁杉野十平次宅、本所相生町前原伊助宅、以上3カ所。吉良邸内に際しては表門と裏門の2隊に分かれてこれを行う。表門隊はそれがし以下22名、原宗右衛門殿、はい。片岡源五右衛門殿、はっ。堀部弥平殿、はい。富の森助右衛門殿、はっ。勝田新左衛門殿、近松貫禄殿、はっ。増瀬九太夫殿、はっ。池林忠七殿。大丈夫です。ごめん。お石殿、よくぞ今日まで我らを見捨てたまわず引っ張ってきてくだされた。礼を申します。何の苦労はお互い様でござる。ほんに一日一日遅れるごとに今にも武士の誇りが崩れそうで、己の心は恐ろしゅうござった。だがそれもこれもあと12日の辛抱。これでせがれの新の組が立ち直ってくれさえすれば思い残すことはないのだが。そうそう欲張るな喜兵衛殿。せがれを2人も連れて行くことはなかろう。何のそれを申すなら十内殿はもっと欲張りじゃ。それ養子の幸右衛門殿に、その兄の大高源吾、さらに甥の岡野金右衛門殿に、そのいとこの増瀬九太夫殿、その子の真五郎殿に、そのまたいとこの中村勘助、なんと一族ざっと7人もじゃ。これほどの欲張りがまたとあろうか。そうムキになられるな喜兵衛殿。まるで花見にでも行くようじゃの。いや、これはちと我としたことが。花見か。14日と申せば月こそ変われ亡き殿のご命日だ。おお、まこと。これは良い花見になりまするぞ。風さそう花よりもなお我はまた春の名残を
いかに溶かせる。春の名残をいかに溶かせ。ささやささすすだけやすすだけ。大高源吾20石5人ぶち、茶道をたしなみ俳句をよくし、その名をしようと号す。当時江戸で一流の文人墨客との交際も広く、14日の吉良邸の茶会を突き止めたのも彼であった。おお、しようさんじゃないか。これは宝井企画先生からご無沙汰をしております。いやいや、もうこのところ深井の方もとんとお見限りのようだが。申し訳ございません。何せこの通り貧乏暇なしでございまして。いやいや、貧乏暇なしときなすったか。ここで会ったのも何かの縁だ。では前句付けと参りますかな。どうぞお手柔らかに。年の瀬や。年の瀬や。うん。水の流れと人の身は。ほう。水の流れと人の身は。いただきましょう。年の瀬や水の流れと人の身は。明日またるるその宝船。お見事。恐れ入ります。いや、恐れ入った。では。四郎殿、あなたは播州のお生まれでしたかな。いえ、大阪でございます。さて誰か赤穂の生まれだと噂しておったがな。ではこれで。ささやささすだけやすだけ。年の瀬や水の流れと人の身は。明日またるるその宝船か。明日またるるその宝船。明日宝船。まさか。赤羽源三、馬回り200石。名字の崩し字が垣根の垣の字に似ていることから赤垣源三と間違って伝えられた。正しくは赤羽源三である。ごめん。源三殿が見えた？はい。またお酒の匂いをプンプンさせてでしょう？いえ、それが珍しくシラフで。大方また何ぞ無心に参ったのであろう。兄上はお留守じゃ。私は風邪をひいて伏せているからと、そう言って追い返しなさい。はい。何？姉上がお風邪じゃと？はい。旦那様も今夜は殿井でお戻りになりません。ですから今日のところはこれで。いや、それはいかん。姉上がご病気としてこのまま帰ったのでは義理が悪い。では一つお見舞いを。いえ、それは困ります。かわんかわん。もし。姉上、源三でござる。ただいまお見舞いに参上つかまする。入ってはなりませぬ。これは姉上、お風邪でござりまするか。姉上にはこれまで散々ご迷惑をおかけいたしましたが、この度それがしもようやく去西国の大名家に仕官が決まり、明日の朝早く江戸を出立することになりました。今日はそのお別れに参った次第で。おお、それはようございましたな。兄上もさぞお喜びになることでしょう。帰ったら私からそう申し伝えましょう。姉上、つきましては。なんでござりましょう。兄上のお羽織をちょっと拝借いたしたく。いやいや、ご心配なく持ち帰るわけではござらん。
兄上、今日だけはぜひともお会いして心ゆくまで杯を交わしとうござりました。それもお家の御用でご不在とあらば致し方もなし、せめてこうして兄上の羽織を相手にさして刺されつバカなやつとお笑いくだされ。さあ兄上も一献。いかがなされた？何もそんな怖い顔しなくても分かってる。兄上の申されることはよう分かってござる。酒は飲んでも飲まれるな。さあぐいっとぐいっと。よっ、お見事。お前ももっとやれ。今日の兄上は話せますな。ならば頂戴つかませる。さあ兄上も一献。やっぱり飲んでる？はい。ぶつぶつ独り言を言いながら。おお、やだやだ、お酒飲みは。兄上、兄上、源蔵は今生の思い出に今一度兄上のお小言が聞きとうござりました。蔵之介が？大石殿がわらわに会いに参ったのか？聞き違いではあるまいの。確かに大石蔵之介と。はい、確かにそのように。それわらわの申した通りであろう。蔵之介は殿思いの忠義な家臣、決して殿の恨みを忘れてはおらぬと。はい、この年の瀬の最中に出府いたしたは必ず何か考えがあってのことに違いない。さあ早くお通しするのじゃ。はい。戸田、この身なりで見苦しゅうはあるまいかの。何をそのようにそわそわなされます。落ち着きなされませ。そうは言うても殿のご家来衆に会うのはまこと久しぶりのことなれば見苦しゅうはあるまいの。ご心配なさらずとも、どこから見てもお大名のご皇子様に間違いござりませぬ。そなた笑うたの？憎らしや、許しませぬぞ。蔵之介が参りました。そなた名は何と申す？はい、
楓と申します。いつから陽禅院様のおそばに？鉄砲図の屋敷では見かけなかったな。はい、この春頃から新規にてございます。大石殿、蔵之助、よう訪ねてくれました。どんなにそなたに会いたかったか知れませぬ。大石殿、ご皇室様は一日先週の思いでそなた様の出府をお待ちしておられましたのじゃ。この雪の中をようお尋ねくだされましたの。蔵之助、はよお顔を見せてくれれ。麗しきご尊顔を拝し、蔵之助、恐悦に存じます。出府が遅れ、陽禅院様にご心配をおかけいたしましたること、重々お詫びを申し上げます。そのような堅苦しい挨拶はもうよい。それよりこの度の出府の趣を話してたもらぬか。さればもう少し早くと思っておりましたが、城明け渡し後の後始末に手間取り、陽禅院様にはご迷惑をおかけいたしました。塩田業者への貸付金の取り立てもようやく終わりまして、藩士一同への分配金を差し引きまして、ここに500両ございます。これは陽禅院様のお化粧料としてお納めいただきとうございます。わらわの化粧料とな。はい。なお使わせていただきました690両の明細および領収書もこれに共にお納めくださいますよ。出府の趣はそれだけか、蔵之助。陽禅院様には何か他に？そなたたちはもうよい。下がりゃ。大石殿、陽禅院様はのう、こたびのそなた様の出府は亡き殿のお恨みを晴らすための出府に違いないと申されますのじゃ。女子が口を差し挟むことではないとは思いまするが、この1年と8ヶ月余り日ごと夜ごと折に触れて亡き殿のご無念を思うて涙を流してこられた陽禅院様なれば、それも無理からぬこと。なんぞ心に決めたことがあるなら、どうぞ陽禅院様にお打ち明けくださりませぬか。決して他言はいたしませぬゆえの大石殿。せっかくの戸田殿のお取りなしなれど、格別心に決めたことがあるわけでなし、これは困りましたな。ならば仇討ちのことは考えておらんと。いかにも。蔵之助、それはまことか？はい。それは解せませぬ。今日大坂からもご家来衆が大勢江戸入りしたと聞いたが、それは何のためぞ？誰がそのような噂を？腰元たちの話によれば、町方はその噂で持ちきりとか。
それは全くの当て推量。そのような動きはいささかもござりませぬ。もう確かに一時は暮らしに困った江戸財布の者たちの間でそのような企てをした者もござりましたが、それもこれもご舎弟大学様がご宗家にお預けと決まりましてからはいつしか影を潜め、今はもうそのような無駄なことを口にする者は。無駄なこと？蔵之助、そなた亡き殿の恨みを晴らすことを無駄だと言いやるか。お言葉ではございますが、そのようなことはもう一日も早くお忘れになり、お心静かにお暮らしくださいませ。ご公儀の裁きが赤穂藩一般にとどまり、浅野家一族に及ばなかったことだけでも幸せに思わねばなりません。どうかもうそのことは。大石殿。陽善院様、この蔵之助、明日は江戸を立ち山科に帰って土いじりでもしながら余生を送るつもりでござりまする。蔵之助、最後のお願いにござりまする。陽善院様も何とぞお心静かに。お黙りなされ。そのようなふやけたことをよもや大石殿から聞こうとは思いませなんだわ。ただもうよい。陽善院様、誰がどう変わろうと蔵之助こそはあっぱれ忠義の師と思っていたわらわが愚かであった。人のつながりとは核も儚いものか。殿がこの世にあればこそ恩の忠義のと。蔵之助、もうそなたと会うこともあるまい。遠路大義であった。陽善院様、お納めを。手をつけてはなりませぬ。そのようなもの見るも汚らわしい。よく降るのう。明日は旅立ちというのに。陽善院様にはお風邪など召さぬよう頼みますぞ。はい。大石様も道中お気をつけあそばして。
誰じゃそこにいるのは。何をいたしておる。待ってる。何事じゃ。陽禅様、これを。それは大石内之助、吉田忠左衛門、原宗右衛門、片岡源吾右衛門、陽禅様、同志の方々の連判状にござります。連判状。やはり大石殿は決起に先立っての別れのご挨拶に見えられましたのじゃ。ところが当屋敷に患者が入り込んでいることをいち早くさせられ、心ならずもあのようなお芝居を。それに相違ございません。何としようぞ。知らぬこととは申せ、あたら忠義の侍をあのように足ざまに罵ってしもうた。何とし陽禅院様。蔵之助、許してたも。時まさに元禄15年12月14日、赤穂浪士47人が予定通り3カ所に集結を終えてひたすら決起の時を待っているその時、最後の連判状に名を連ねながらもいまだ同志の前に姿を見せぬ48番目の男がいた。旦那様。るい、達者だな。あなた。許せ。何じゃ。お、これは父上もお揃いで何事でございます、この夜更けに。間に合うてよろしゅうございましたな。お平太殿、話がある。それはあいにく手前これより上方へ参りますので。手間は取らせぬ、中へ入れてくれ。いや、兄じゃ、急ぐのじゃ。またにしてくれ。こちらも急ぐのじゃ。兄や舅に門前払いはなかろう。兄、まだそうだ。おい、待て。そんなに急いでどこへ行く。兄じゃの知ったことが。話してくれ。こんだけ急ぐところを見ると、気立て襲撃の噂は本当なのかな。なんじゃと。誰がそのような。このような大それた企みが露見せずに済むと思うのか。違う。それは違う。分かってくれ、兄じゃ。父上、旦那様は侍を捨てて商人になるために大坂の薬問屋に修行に参るのでございます。このような夜更けに無体な真似はおやめください。そなたは小平太殿に騙されているのじゃるい。我が藩の調べによれば、まことは大石殿を筆頭に同志数十名が固い暴君の恨みを晴らすため今宵吉良邸に討ち入らんと。旦那様、それはまことでございますか。るい、小平太、やめてくれ。今赤穂の浪人たちが騒ぎを起こせば迷惑をするのは浅野家の一族じゃ。まして弟のお主が、娘婿のお主が企みに加わっていたとあっては、我が主君戸田壇上様より赤穂浪士の動きを厳しく監視せよと厳命された我らの立場がないの。小平太、せめてお主だけでも。兄じゃ、それほどまでにこの小平太を卑怯者にしたいのか。どうしても行くというのなら、わしが吉良邸へ通報する。己兄上、どけ。どかねば切る。あなた、おやめください。おやめください。るい、きれい。それほど行きたければ
その兄を切っていけ。ひょうたつ兄者、邪魔立てすると本当に切るぞ。切れ。切れるものなら切ってみよう。あなた、おやめください。兄弟で争うのはおやめください。話せるい。行かせてくれ。ほんのしばらくの辛抱茶。仇討ち本懐を遂げれば士官の口など山ほどある。士官じゃと。己は士官のために暴君の仇を。おう、そうとも。俺は誰のためでもない自分のために仇討ちをするのだ。キラの奴らを切って切りまくり、天下に俺の名を轟かせてみせてやる。さすれば200石も300石も夢ではないわ。ルイ、今に見ていろ。俺はこの兄上よりもそなたの父上よりも甲六取りの侍になってやる。どけ。どかねば切る。このうつけが。兄上。お前のようなやつは兄でもなければ弟でもない。たった今縁を切ってやるから。行け行け。話してくれ。騎兵殿。おう、安兵衛殿。約束通り連れてまいりましたぞ。新六。父上。新六。兄をてよかったの。ありがたい。不祥のせがれを残しては死んでも死にきれぬと思うたが、これでもう思い残すことはない。新六、親子3人仲良しのうぞ。はい、ご一同。ならば参ろうぞ。今男たちは諸々の思いを胸に秘めて一路吉良邸に殺到する。大和といえば川と答える合言葉。今江戸の夜空に高らかに鳴り響くは一打ち二打ち三流れ。これぞ山賀流の陣太鼓。一打ち二打ち三。あれは山賀流の。しまった。
申し上げます。ただいま林家の吉良邸に押し込み強盗が。中を申せ。押し込み強盗が陣太鼓を叩いて乗り込むか。あれこそ山賀流の陣太鼓。来たか大石。相手には3人でかいかがいたしましょうや。ろというな。我ら旧赤穂藩浅野家の者にござります。今宵暴君匠の神のあだを公然と参上をつかまつりました。皆様方には決してご迷惑はおかけいたしません。願わくば断じおめこぼしを。はい、わかった。手出しはせぬゆえ存分に働くがよい。なお当家に侵入せし者はいずれを問わず切り捨てる。さよう心得。おお、かたじけない。ごめん。まだ抜くい。キラは必ずこの辺りにいると探せ。かぶり物を取れ。来い。清水一垣だ。逃がるな。
取り出せ探していたぞ。シリーズ一学か。わしに任してキラ殿を探せ。早く行け。赤穂浪人が討ち入ったと。はい。踊れ。身の程知らずのやつらめが。なりませんぞ。出てはなりませんぞ。実の父を見殺しにせいと申すのか。どけ。うろたえめたるな殿。この由緒ある上杉家を殿は匠の神同様潰してしまうおつもりか。赤穂の二の前は断じて避けなければなりませんぞ。井上。ごめん。浪人。はい。殿を連れ申せ。殿、父上。殿、父上。やりおったの大石。白髪首一つ取ったぐらいでご政道の過ちが正せるか。庶民の拍手喝采を浴びてそれで事が済むならばたやすいことじゃ。どうせなら将軍家を土下座させてみよう。勝敗はすでに決していたが、目指す敵の吉良上野之助の姿が見当たらぬままに時は刻々と過ぎて、浪士たちの顔にもようやく焦りが見え始めていた。どこを探しても吉良殿の姿が見えませぬ。この上はもはや。いや、いる。断じている。この視野にもじっと息を潜めている吉良殿の胸の鼓動が聞こえぬか。それご城代、探すのじゃ。ここで腹を切ってはこれまでの苦労が水の泡ぞ。探せ。必ず見つけ出すのじゃ。はっ。ひとたび決起した以上、断じて失敗は許されん。将軍家に過ちを認めさすためにも吉良殿の白髪首が必要なのじゃ。探し出せ。見つけるのじゃ。上野之助、出てこい。父上、吉良殿はいずこぞ。この中じゃ。
この中にキラ殿がいるに違いない。でかしたぞ新六、一番やりか。どれ引きずり出せ。おお。待て。中におられるのは吉良上野之助殿と推察つかまつる我ら浅野匠の神家来47名。暴君の恨みを晴らさんがために参上をつかまつった。この上はお見苦しき振る舞いのなきようお出会い候来我ら一同高家衆筆頭の格式をもってお迎え申し上げる。いざお出会い召されよ。気の悪すしてすまなんだの。こうと知っていたらいくらでも酒を飲ませてやったに。源蔵殿、そうとも知らず追い返したりして申し訳ございませぬ。なんの姉上、変に優しくされると危うく決心が鈍るところだった。源蔵殿。いいか青鶴、お前の見込んだ男だ。必ずこの中にいる。いいか黄色じ。やっぱりいやがった。いたじゃねえかよ。おつるちゃん、官兵衛殿。金さん。おつるちゃん、嘘じゃない。本当に夫婦になりたかった。金さん。手伝って
体はしっかり握ってやれよ。小平太、この度のことでこの蔵之助、死ぬことよりも生きることの難しさをつくづく思い知った。貧しくとも強く生きよ。君を花に例えたら笑うだろうか。白い百合のようだと言えば胸の炎に気づいてないと戸惑うだろうか。君の言葉に歌を聴き、君の仕草に舞を見る。男はいつも憧れ気分抱き合う間も夢のように。蔵之助の誠の狙いはどこにあったのか。あくまで主人匠の神の恨みを晴らすためだけの目的であったなら、泉岳寺の匠の神の墓前で一同壮烈な自陣を遂げて、彼らの忠誠心は美しく完成していたはずである。だがあえて処分を公儀に任せたところに、蔵之助の恐るべき計算が隠されていたと見るべきだろう。事実、日ごとに高まる赤穂浪士同情論の豪々たる渦に最も当惑したのは将軍綱吉であった。慣例を破り自ら匠の神の切腹を即断したそのツケを払わされる形となった綱吉は、思案の挙句2人の儒学者を呼んで意見を聞いた。一人は当時の文部大臣とも言うべき立場の大学の神林方向であり、もう一人は柳沢出羽の神の信任も厚く法制論をもってなる荻生徂来である。今にして思えば、あの時老中の意見を入れずに匠の神に切腹を申し付けたは世の誤りであったかもしれん。かと申して今赤穂の者どもを許しては自らの誤りを認めたことにもなろう。これは政を司る者としてあってはならぬことじゃ。さればこそあくまでも法をもって処分すべしと申し上げております。法は天下の大公。法一日廃すればご政道は成り立ちません。断固として切腹申し付けるべきと考えます。あいやしばらく。法はあくまで法にしてそれを用いるは人にござります。法を司る者すべからく自愛の心なかりせば天が万民が納得いたしません。まして東照宮様創業の御時、国を治め家の柱となすべきもといを朱子学にお求めになられました。それを思えばかかる忠義の死が入れましたることは、東照宮様の教えが海外に普及いたした結果と存じまする。それは違う。学問と法を同断に論じては。もしこれらの者どもを一辺の法のもとに処罰せば、今後いかにして万民に
忠義を奨励いたすべきや。もし万民ことごとく忠節の心なかりせば天が大乱のもととなりましょう。大学殿はそれがしが血も涙もない法制論者のように思うておられるかもしれませんが、我とて赤穂の者どもを惜しむ心は同じでござる。ならば何故に処罰せよと主張されるや。彼らの忠誠心を惜しめばこそでござる。彼らも人の子、いたずらに命を長らえて生き恥をさらすよりは、美しい花は美しく散ってこその花ではござらぬか。詭弁でござる。詭弁ではない。惜しみてあまりある忠義の者どもなれど、あの日の雪のごとき純白の忠誠心を世俗の赤に汚しとうはない。今ここで法に従い命を捨ててこそ、彼らの忠誠心は未来永劫絶えることなく永遠にこの国の人々に語り継がれていくことでござりましょう。大学殿はそうはお思いになりませんか。思いとはござらん。困り果てた綱吉は永米の誉れ高き日光輪王寺門跡高弁法親王に意見を求めた。ご苦心のほどさもこそとお察し申し上げます。つきましてはご門子より一言ご教授を賜らば。これはまた事の理に明るい将軍家のお言葉とも思われませぬ。王位をまとう者が何様そのような。何とぞこの綱吉の口をお察しあって。ご門子、そこまでおみ様を苦しめれば大石内蔵助という侍ももって命すべしでござりましょうな。て命すべし。世の決裁を申し伝えよ。赤穂の者どもに切腹を申しつけよ。大石内蔵助殿。あら楽や。思いははるる、身はすつる。浮世の月にかかる雲なし。できた。父どもぎ主人の仇を報じ候と申し立て、吉良上野介を討ち候始末不届きにつき切腹申しつけ候。これによってせがれども遠島を申し作るものなり。
遺児たちが許されたのはそれから6年後の宝永6年、古代将軍綱吉死してその大赦令によってである。